Produced by Camus. 改めましてメルと言います。30年前元走り屋 AE86 に乗る峠小僧をしておりました。現在はレーシングシミュレーターアセットコルサを使って30年前当時私自身が乗っていた AE86 を再現した車に乗り、日々夜な夜なシミュレーターで峠を走っております。まず皆様に告知です。 ML チャンネルでは CAMUS 公式サイトでシミュレーター製品が常時 5% オフで買えるクーポンコードを発行しております。これからシミュレーター製品をお考えの方はぜひチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、私2日前にYouTube、あと X の方でも、告知させていただきました、当時私自身が、乗っていた、86を、前期型乗って後期型を乗ってその後、社会人1年目で乗った車がこの FD3S だったんですね。でその FD3S の、今回、アセットコルサのモッド名を MLFD と名付けさせていただきました。はい、こちらのその MLFD の方をですね、今週末に、公開したいと思いますので、まずこの MLFD のですね紹介をしてまいりたいと思います。どうぞご覧ください。はい、それではですね、当時私自身が乗っていた、1995年に社会人1年目に買った、車でした。当時は、ナナちゃんと私呼んでおりましたけど、ですね、この、納車が5000、車を取りに行ったと思うんですよね。でその足で、午後に、ショップに出向いてで、一気にちょっと私組んでしまったんですけど、17インチの、このホイールですね、レイズの、ペイトンプレイスシルバーアローですよ。フロントが17インチの、235、45ですね。でリアが、25540の17インチ、フォーミュラダブワンですねを、履かせていました。当時はですね雑誌のカーボーイを、カーボーイ派だったんですね私。でそのカーボーイだったかオプションだったかどっちかだと思うんですけど、でもカーボーイだと思うんですけどね、だいたい当時95年頃って表紙裏の、宣伝でですねだいたいベールサイドが飾っていたり、このちょうど FD3S をモデルとしたこのレイズのペイトンプレスシルバーアローが、このモデルで、掲載されてたんですよね。それでこの、自分の FD にはシルバーアローを履かせたいなっていうふうに思ってました。やっぱりこの深リム、すごく私自身も気に入っていましたね。で、あとこの当日につけたのが、テインの、16段式車高調ですよねを入れて、でブレーキは、プロジェクトミューを、入れてました。学生時代は私ガソリンスタンドでバイトしてましたので、86の頃は自分で、いじっちゃうっていうのが、ベースだったんですけど、 FD に関してはもうショップに任せてました。社会人でもありましたし、もうピットが使えない立場でもありましたので、かといってジャッキ馬を使ってやりたくないなと思ってたので、もう任せちゃいましたね。でマフラーはですね、これ実際違うんですけど、130杯の大口径の当時、95年当時に、よく、掲載されてた、アペックスの、ダンクですね。本当にカーボーイで掲載されていたまんまのものなんですね。で、当時は車検対応の、マフラーに私もオリコンに、切り替えました。
はい。で、大体こんな感じでいじってましたね。いじるっていうよりもライトチューンですよね。で、シートは当時は、当初は、ノーマルで、ステアリングだけナルディの36倍に、入れておりましたけど、今これではちょっとこのまま純正にしたままです。はい。で、納車された当時はですね、もうこの輝きがあったんですけど、なんと、FD3S の赤をチョイスすると、このミラーと前期型に関してはですけど、ミラーとこのリアウィング、リアスポ、これあっという間に色焼けしちゃうんですよ。ピンク色になっちゃうんですよね。もうこれはですね、すぐバンキャンさんに行って、色を納車された時はピカピカでした。このような状態だったんですけど、色焼けで、私塗り直しましたね。はい、本当にこの思い入れがある車です。で、あとはこの、ウレタンのこのフロントリップですね、純正のものをもうちょっと出てたと思うんですけどね、なんかこれは短いんですよね。もう少しだけ出てましたよ。で、ここは実はですね、私缶スプレーでしたけど赤に塗りました。はい、そうですね。本当に懐かしい車です。すごく大好きな車でしたね。はい、これを、MLFD としてリリースしていきたいと思います。はい、それではですね、今週末にリリースいたします MLFD でですね、私この EK 椿ラインを、下りをですね、走ってまいりたいと思います。で、やっぱり FD3S RX7 リトラクタブルですので、私リトラの車大好きですので、せっかくなのでライトをつけて走ってまいりたいと思います。で、皆さんですね、その862台乗り継いでから FD で大丈夫なのって思われるかもしれないんですけど、違うんですよ。86乗ってた人間が FD に乗った時に本当に全く違和感がなく乗れちゃうんですよね。こういったところでもうまくさばけてしまう。ちょっと喋りながらなんて言ってる危ないです。で、特に感動したのが ABS ですよ。こういったところでも例えばこのように ABS で曲げていけちゃう。なんですかね。でも当時すごく私ですね、13B の、ロータリーターボとかFD の軽さとか、そういったこともさすがにですね感動ではありましたけど、あとデザインとですね、むしろデザインで選んだのもありましたけど、こういったところでもABS で曲げていけちゃう、これはすごく感動でしたね。ちょっと喋りながらきついなこういったところもガンガン ABS を効かして走れちゃうっていうのはもうすごく当時感動でしたよね。なんていうんでしょうかね。というか危なかった。ちょっと喋りにシフトがバラバラちゃうですね、ちょっとコースを思い出しながら、こういったところもABS で曲げていけ
げるっていうのが、なんか言ってるんだろう同じ話を、そうですね、86だったら、結構ロックかけてロック気味にしてコーナーは突っ込んでいくものですけどね、例えばこういったエアピン最高にこの FD 曲がっちゃうんですよね。というところもこの MLFD は、再現させております。2速だったらどうちょっと練習なく走っておりますので、相変わらずそうですけどねこんな感じで曲げれちゃうんですよ。86人からするとですね、楽しくてしょうがない。よいしょ。いや、ちょっと喋りがですねちょっと放置になっちゃうんですけど、ズバリやっぱり FD というのはコーナリングマシンなんですよ。逆にストレート、特に高速でそのもう自動としてですね、速度、かなりワンガンミッドナイトとかアニメのようなああいう世界ではないんですけど、なんていうんですかね、高速だとわだちに結構 FD タイヤ取られちゃうんですよですので、直線というよりやっぱりコーナリングマシンなんですよね。もうすごく楽しい車です。これだけちょっとなんか適当に走った状態で4分14秒015、これもっと走れば4分10秒どころじゃないですね、4分前半で走れるんじゃないですかね。はい、ちょっとリプレイを見てみましょうかね。はい、それではこの MLFD ですね、RX7FD サイエンスポットの、リプレイ動画をですね、ご覧いただきたいと思うのですが、ただ先ほど私が乗っていた時に皆さんはこのリプレイ映像を画面左側でご覧いただいていたかと思うのですが、改めてレビューさせていただきまして、まずですね、この FD サイエンス、MLFD で、ポイントとなっているところはとにかく足回りですね。はい、まずこの FD サイエンスというマシンはコーナリングマシンでありますので、例えばこういったタイトなコーナーでですね、コーナーの進入時に、以前はですね、よく私の動画でも86で、ML86 でですね、その速い走り屋はブレーキでコーナーを曲げるということをよく言及していたかと思うのですが、この FD サイエンスに関しては、なんとABS の機能が、ついてるわけなんですね。先ほどの私も走行の中でもよくお伝えしておりましたが、何度も連呼してしまいましたけど、やっぱりFD って私自身が乗った時に感動したっていうのは ABS のこの機能、 ABS でコーナーって曲げれちゃうんだっていうところをすごくもう幸せハッピーに思えた機能だったんですよ。もうこういった面でも例えば今でもパワースライドとか、そういったのもお楽しみいただけると思いますし、ただですね、この FD サイエンスというマシンは前輪と後輪のフロントとリアのですね、タイヤのサイズが違うんですよ。例えば今でも出口でふわっとなったりしたのは、あれはスナップオーバーステアという現象なんですね。で、ケツが出ると反対側に、テールがくっついた瞬間に、反対側に吹っ飛んでしまうような現象なんですけど、そういったところもですね、味わえるのではないのかなと思います。
足回りの設計でですね、今回装着しているのは私自身が、当時つけていたテインの16段式、車高調でもありますので、その設定でですね、ドリフトで走りたい方は調整していただければと思いますが、やっぱりですね、この FD で、足回りからお伝えすると、先ほども、ね、冒頭でもお伝えしておりましたが、フロント235、45、17インチ、リアは255、40、17インチのですね、フォーミュラダブ1を、イメージしてですね、履かしておりますし、あとは、サスペンションダンパーの方は、テインの車高調ですね、タイプ HA をイメージさせております。でブレーキに関しては、当時私が、つけておりましたプロジェクト2ですね。この、3つ4つのパーツはですね、先ほどもちょっとお話ししていたかもしれませんが、雑誌のカーボーイで当時94年95年ですね、私が FD に乗ったタイミングというのは95年社会人1年目だったのですが、当時のですねカーボーイの、もう表紙裏表紙からだいたいこの、一番最後のページとかこの辺りがやっぱり宣伝を華々しく飾っていたものを私全部チョイスしました。もう超ミーハーでしかないですよねでもこのパーツたちのチョイスは私に本当正解だったと思っております。本当にこの FD3S というマシンをですね、このコーナリングマシンというのをすごく楽しませてもらえたマシンでもありましたので、ぜひ皆様もですねこのコーナリングマシンである、FD3S、MLFD をですね3月1日、今週末、リリースしたいと思いますので、皆様もぜひお楽しみいただけたらと思います。ではですね、皆様今週末、見逃さないようにぜひチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。通知も皆さん忘れないようにしてくださいね。それではまた今週末お会いしましょう。では。